あの頃信じてた都市伝説7選。人面犬。夜の道で人の顔をした犬を見た。そんな噂が日本中の子供たちの間で広まったのは1980年代後半。名を知られた都市伝説の中でもひときわ有名なのが人面犬です。この話が最初に注目されたのは1989年頃。週刊誌やワイドショーが目撃情報を多数と取り上げたことで一気に火がつきました。喋る犬が出る、ほっといてくれ、といった、など目撃談のパターンは多く、地域ごとに細かく設定が変わっていたのも特徴です。面白いのは、この噂がどこからともなく、同時多発的に広まったこと。発祥地とされるのは、東京都内とも名古屋とも言われますが、実際には子供たちの口コミによる自然発生だったと考えられています。そしてこの時期、ちょうど日本ではオカルトブームがピーク。あなたの知らない世界、本当にあった怖い話、など、霊的、超常的なテーマがテレビを賑わせていました。そんな社会の空気の中で、犬に人の顔という、見た瞬間にわかる不気味さが、子供たちの想像を刺激したんです。ただの噂なのになぜか本当にいそうだと思えた。それが人面犬の面白いところ。実際、心理学的には人は自分の知っている形に未知のものを当てはめる傾向があるそうです。夜の街で街灯に照らされた犬を見て顔が人みたいだったと錯覚したことが一つのきっかけになった可能性もあります。今聞くとバカバカしいけど、当時は本気で信じてたんですよね。こういう話。下水道のワニ。ニューヨークの下水道には巨大なワニが住んでいる。そんな噂が広まったのは1930年代。アメリカではすでに有名な都市伝説で、後に日本でも本当にいたらしいとニュース風に紹介されました。噂の内容はこうです。観光客がフロリダで買ったベビーアリゲーターを飼いきれずにトイレに流した。そのまま下水道で生き延び巨大化したというもの。当時の新聞には本当にワニを見たという報告まで掲載され、駆除作戦が行われたと書かれていました。けれど、実際にはそのような記録はなく、後年の調査でほとんどが誇張や作り話だったことがわかっています。では、なぜこの話が信じられたのか。一つの理由は、近代都市が生んだ見えない場所への恐怖です。地下鉄、トンネル、下水道、人間が作った空間なのに、誰もその奥を知らない。そこに生き物が潜むかもしれない、という想像は都市化が進むほど強まっていきました。もう一つは自然へのノスタルジー。完全にコンクリートで覆われた都市の中で人間の目の届かないところに野生が生き残っているという物語はどこかロマンを感じさせた。実際にはニューヨークの寒さと食料事情ではワニが生き延びることは不可能。けれど人々はいてほしいと思った。それは恐怖と同時に都会の中にまだ道が残っていてほしいという願いでもあったのかもしれません。本気で信じてた人は少ないと思うけど、もしかしてがちょっとだけ楽しかったんですよね。ポップロックス爆発。1970年代のアメリカ、ポップロックスという新しいお菓子が登場しました。口の中でパチパチと弾ける不思議なキャンディ。日本で言えばドンパッチやパチパチパニックに近いお菓子です。発売当初、子供たちは夢中になりました。けれど、間もなく奇妙な噂が広がります。ポップロックスを食べてコーラを飲むと、お腹の中で爆発して死ぬらしい。噂の中心にいたのは、テレビ CM で人気だった少年。撮影中に亡くなったという話まで出て、親たちは本気で子供にお菓子を禁止するほどでした。もちろん、実際にはそんな事故は起きていません。ポップロックスが弾けるのは砂糖の中に閉じ込められた二酸化炭素が口の中で放出されるため、コーラと混ざってもせいぜいゲップが出るだけ。それでもこの話が信じられたのは新しいものへの不信感があったから。発泡するキャンディーも炭酸飲料も当時は科学の時代を象徴する存在でした。体の中で化学反応が起きるかもしれない、そんな想像が人々を怖がらせたんです。もう一つの理由はテレビの影響力。テレビで見たあの子が亡くなったという噂は新聞よりも早く
全国へ拡散しました。今で言えば SNS のバズのようなもの。一度広まった情報は訂正されても止まらなかった。メーカーは噂を打ち消すために新聞広告やラジオ CM を何度も流しました。でも人々が信じたのは科学ではなく想像。今だったらすぐに検索して終わる話ですよね。けどあの頃は調べようがないのが怖かったんです。1セント硬貨。ニューヨークエンパイアステートビル。地上380メートルの高さから1セント硬貨を落とすと下を歩く人の頭に突き刺さって死ぬ。そんな話を一度は聞いたことがある人も多いかもしれません。この都市伝説、実は1930年代から存在していて、テレビ番組や科学雑誌でも、もし本当に落としたらどうなるのか、とたびたび取り上げられました。その結果、話はどんどん現実味を帯びていきます。ビル風で加速して銃弾並みの速度になる、体を貫通する。そんな科学っぽい言葉が付け足され、噂はまるで事実のように語られるようになったんです。しかし、実際の物理法則では不可能。1セント硬貨は軽すぎて、落ちる途中で空気抵抗を受け、どんなに高い場所からでも、終端速度は時速80キロ程度。痛いことは痛いけれど、人が死ぬほどの威力ではありません。この噂がここまで広まった理由の一つは、科学への信頼と誤解の混ざり方にあります。テレビで理屈っぽく説明されると、人は本当っぽいと思ってしまう。難しい数式や専門用語が出るだけで真実味が増すんです。もう一つの理由は高さへの本能的な恐怖。高層ビルが次々と立ち始めた時代、上から何かが落ちてきたら危ないという感覚は誰もが持っていた。その当たり前の恐怖に少しだけ科学っぽい理屈が加わったことで、1セント硬貨は現実と想像の間にある危険な物語へと変わっていったのです。面白いことに2000年代に入ってもこの噂は消えず、人気科学番組ミスバスターズが実際に実験して無害と証明しました。しかし未だに、でももし当たりどころが悪ければという声は絶えません。都市伝説は嘘が強いから残るんじゃない。信じたい理屈がちょうど良かったから残るんです。でも高いところから何かが落ちてくるって理屈抜きでちょっと怖いですよね。雲8匹。人は寝ている間に1年で8匹の雲を食べている。そう聞いたことがある人結構多いのではないでしょうか。まるで気味の悪い生物雑学の定番みたいに語られるこの話。実は全く根拠がありません。この都市伝説が広まったのは1990年代。インターネットが一般に普及し始めた頃に、人は寝てる間に雲を8匹食べるという一文がメールや掲示板で拡散しました。でも実際、雲は人間の口の中になんて入りません。雲は人間の吐く二酸化炭素や振動を嫌うため、寝ている人間にわざわざ近づくことはないんです。では、なぜこの嘘がこんなにも信じられたのか。一つの理由は、数字の信頼感。1年に8匹という具体的な数字が入るだけで、人は科学的に聞こえると感じてしまう。曖昧な話を数字がそれっぽく見せてしまうんです。もう一つは不快だけどリアルな想像。夜中に虫が口に入る。起こりそうで起きてほしくない出来事。そのギリギリの現実味が話を記憶に残りやすくした。面白いのは、この話が意図的なデマとして作られた説もあること。初期のネット研究者が人は出典を確認せずに共有するという実験のために、あえてこの文章を広めたという記録が残っています。つまりこれは単なる虫の話ではなく、情報の拡散を証明した実験的都市伝説。人は数字が入ると信じやすくなる。そして気持ち悪い話は最も拡散しやすい。あの頃も、そして今も。噂の仕組みってあんまり変わってないのかもしれませんね。牛倒し。アメリカの田舎では夜中に忍び込んで眠っている牛をそっと押して倒す。そんな度胸試しがあると言われています。名前をカウティッピング。高校生たちの間では男の勇気を試す伝統なんて呼ばれることもありますが、お察しの通りほとんど嘘なんです。そもそも牛は立ったまま眠ることはありません。座り込んで休むため立って寝てる牛を倒すという前提がそもそも成立しない。
さらに体重500キロを超える成牛を倒すには少なくとも6人以上の力が必要。科学的な研究でも1人や2人で押してもびくともしないと証明されています。では、なぜこのカウティッピングがアメリカ全土で語られるようになったのか。一つは田舎の夜の退屈さ。娯楽の少ない小さな町で誰も見ていない場所で悪ふざけをする。そんな青春のイメージがこの噂を魅力的にしたんです。もう一つは映画の影響。コメディ映画トミーボーイでは主人公たちが夜の牧場でカウティッピングを試みるシーンが描かれています。このシーンが印象的すぎて、やっぱりアメリカでは本当にやってるんだと信じる人が増えた。まあ多分実際にやってた人はいないと思うけど、夜中にこういう話して笑ってたのが青春なんですよね。ピアス穴の糸。耳のピアス穴から白い糸のようなものが出てきた。気になってその糸をつまんで引っ張る。するとずるずると伸びて最後には視界が真っ暗に。それ神経だったらしいよ。そんな話が若者の間で広まったのは1990年代。ピアスがファッションとして一般化し始めた頃のことです。白い糸を引っ張ったら失明した。友達の友達が目が見えなくなったらしい。そんな噂がまるで実際にあった事件のように語られました。もちろん、医学的にはありえません。神経は頭の奥にあり、耳たぶとは全くつながっていません。白い糸の正体はおそらく、膿や皮脂が固まったもの。でも当時は、インターネットもなく、誰も本当の答えをすぐには調べられなかった。では、なぜこの話がここまで広まったのか。一つは、実体験の誤解。ピアスを開けたら白い糸が出た。引っ張ったら目の奥が痛くなった気がした。そんな感覚の記憶が人から人へと誇張されていった。もう一つは未知の行為への不安。当時のピアスはまだ身近ではなく、体に穴を開けるという行為自体がどこか怖かった。人体の仕組みを知らない不安が想像を現実に変えたんです。結局、この話に本当の体験者はいません。でも、誰もが聞いたことがあるという噂は、人の無知や不安を材料に、まるで生き物のように広がっていく。今だったら、誰かがすぐ、デマだよ、って言ってくれるけど、あの頃は信じた人の数が真実だったんですよ。いかがだったでしょうか。情報が少なかったあの頃、噂を信じたのは子供たちだけじゃありません。そしてもしかしたら本当かもと思う気持ちは今も SNS のタイムラインで同じように息づいています。もしもあなたがあの頃信じてた話を覚えていたらコメントで教えてください。あの頃の噂はまだ終わっていません。今も形を変えて次の世代が信じ始めています。